にちは、金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。何やら謎の段ボールっていうことでね。それではこちらを、まずは開けていく。はい、ありがとうございまして、本日の食材がこちら。何の変哲もない段ボール。っていうことでね、ネット通販の方で購入させていただきました。ネット通販って便利というわけで、まずこちら。開けていきます。皆さん何が入っていると思いますか？ちょっと予想してみてくださいね。中には僕の大好物が入ってます。いきます。いや、僕もね、このタイプのやつを買うのは初めてなので、楽しみです。さあ、どういう形だ？はい。はい。はー！丸できたか。はい、こちら。じゃん。渡りガニを買いました。これ5キロで5000円でした。1キロ1000円。めちゃくちゃお値打ちじゃないですか。で、これなんでわざわざ買ってみたかというと、日本の渡りガニじゃないんですよ。これ産地がですね、バーレーン産の渡りガニです。結構バーレーン産の渡りガニってネット通販で冷凍でよく売ってるんですよ。で、どんなもんなのかなって僕ずーっと気になってたんで、この度買ってみました。で、バーレーンというのはね、どこにあるかというと、ちょうど今ワールドカップがカタールで開催されてますよね。カタールのすぐ横にある島。ここがね、バーレーンですね。そういうタイムリーなこともあって、ちょっとやってみようかなと思って買ってみました。めちゃくちゃいっぱい入ってますよ。これほら。どんどん出てくる。サイズはね、ちょいと小さめ。まあちょっと大きいと思ったんですけどね。ただ数はすごい入ってる。ちょっと一回全部袋から取ってみますね。はい、たくさん入ってました。20匹以上入ってましたね。ちょっとこれ一度解凍します。流水で解凍。はい、解凍できましたと。こんな感じですね。渡りガニなんですけど、まあ、こっちでいう台湾ガザミですね。で、全部オスです。メスは入ってませんね。で、渡りガニって、めちゃくちゃいい出汁が出るんで、鍋に最適なんですね。なんで今日はチゲ鍋作っていきたいと思います。で、今日はチゲスープもね、自分で作っていきたいなと思います。そしたらね、今日渡りガニだけだとちょっと寂しいので他の具材も買いに行ってきます。では行ってきます。はい、というわけで帰ってきましたと。買ったものがですね、まずはアワビ。アワビも殻もきれいに洗って殻ごとお鍋に入れたいなと。で、ハマグリと、あとアサリも入れましょう。で、これが国産の渡りガニ1個買ってきました。メスですね。まあ、そろそろ内子が入ってくる時期なんで、内子チェックしたいなっていうのも込めて買ってきました。こっちがバーレーン産。で、下が日本産。まあ、多分バーレーン産も多分大きいサイズいると思うんですよね。日本の台湾ガザミとも比べて、ちょっと若干違う気がするな。こう、爪がちょっと違う気がする。こう、反り返ってるというかね。で、なんかほんで気持ち右の爪の方が細いような気がする。で、まあ具材はこれと、で、あともう一つ僕の気になってた冷凍食材買ってみました。それがこちら、アッシっていうやつ。まあこれ何かというと、カットしてある手長ダコの足ですね。手長ダコって韓国とかではすごく食べられてるタコなんですけど、これパッケージにもついてますけど、こう辛い料理とすごくよく合うんですよね。なので、チゲ鍋にしても間違いなく合いますんで、これも買ってみました。これ1キロちょっと入ってて、3500円でした。まあまあしますね。これも入れていきましょう。なるほどね。足だけじゃなくて頭もいっぱい入ってますね。こんなもん溶かしますか。はい、溶けましたと。溶けたらこんな感じ。ぬめりもなくて、もうこのまま使えそうな感じですね。ちょっと匂うとね、なんか、薬っぽい匂いも若干するかな。さあ、では渡りガニを仕込んでいきましょうか。で、渡りガニを鍋にするとき、このぐらいだったら半分にバチッと切って、お鍋にバンバンバンって入れたいとこじゃないですか。でもね、食べやすさとか追求すると、それじゃダメなんですよね。渡りガニってただでさえ食べにくいカニなんですよ。そのカニをこの半分に切って鍋に入れるじゃないですか。そしたら食べるときに熱々の状態のものをこう手で剥いて、さらにガニも取って、ほんでしゃぶるっていう工程。すごくめんどくさいので、もうできるだけ箸で持って、しゃぶれるぐらいの状態まで持ってって、お鍋に入れたいと思います。まずは、ふんどしを外して、甲羅を取っちゃいます。でも味噌は結構入っとる。この味噌はかき集めて鍋に入れましょう。そしたらこの状態になったら、ガニを取ります。これが邪魔くさいんだ。これを取らな話にならん。はい、この状態になりました。で、ここで、切り落とすと。で、この状態が切りガニと呼ばれてますね。僕ね、もしかしてこの状態で来るのかなと思ったんですよ。でもこの状態で来たら、もう動画はボツでした。ちょっとインパクトがないのでね、やっぱこの状態のものを皆さんに見せたかったんで。バーレーンのカニはこんなカニだよっていうのを見せたかったんでね。この状態になったら、さらにここで半分に落とします。
こですね。ここで落とします。で、今日お鍋にたくさん入れたい部分は、ここです。こっち。渡りガニの太もものところ。ここが一番身が詰まっててうまいです。で、こっちはね、ちょっと食べにくいんですよね。食べにくいし、ちょっとしか身がないので、ここ、くちばし落としちゃって、で、爪を落として、で、この部分はこの部分で集めて、朝のお味噌汁とかそういうものにしたいと思います。こっちはね、出汁ですね。しゃぶれば食べるとこあるんですけど、今日はこっち使っていきたいと思います。で、足も、ちょっと切り揃えます。こういう形にします。ここで落として、はい、こうですね。落として、さらに、足も落とすと。この状態。1匹でこれ、2つ取れました。でもね、こう見た感じ、鮮度がすごくいいんですよ。味噌も潰れてないし、ガニもすごく綺麗、黒ずんでないし。めちゃくちゃ鮮度がいいの。ちょっと思っとったのとね、違う。さすがにケジャンとかするには、やっぱ生食なんで怖いなっていう部分はあるんですけど、加熱調理する場合は、全然ありかもしれんよ。値段的に考えたら。だって5キロ入って5000円ですよ。普通に今日買った渡りガニちょっとアワビが乗っちゃってますけど、これ冬場のめちゃめちゃ高い時買おうとすると1匹5000円しますからね。それ考えるとコスパ的にはめちゃくちゃいいんですよ。問題は味ですよね。味がどうかってだけ。で、味噌でもね、こうやってないやつもいますね。で、これ白い味噌もいれば、これ茶色い味噌もいます。この違いは何なんでしょうね。僕もね、料理と食べるの専門なんで、この生態系とかまでは詳しくないので、わかりませんけども、食べる餌とかによって、味噌の色変わるんですかね。もし詳しい方いましたらコメント欄で教えてください。というわけで、こんな感じでね、どんどん剥いていきたいと思います。はい、こんな感じにさばき終わりましたと。全部で足がこんだけ取れました。これ全部身がパンパンに詰まってる美味しい場所なんでね。この状態で唐揚げにしても最高だと思います。で、味噌も一応こうやってかき集めておきました。なんか悪いのもあるけど、どうだろう、これ入れようかな。匂いはね、そんな臭くないんですよ。濃厚なカニ味噌の匂いがしますんで、これも多分入れると思います。で、この国産のメスですね。今11月の30日なんですけど、そろそろね、良さそうだと思うんですよね。じゃあちょっと開けてみますね。まだちょっと早いかな。どうだろう。よいしょ。履いとるわ。ほら、履いてました。うちこ。いや、まだ 100% じゃないですね。60% ってとこですね。もっともっと入ってくるんですけどね。国産渡りも入れますか。贅沢なチゲ鍋だ。で、アワビだけちょっと軽く洗っときます。コシコシコシと。で、今日殻ごと入れるんで、殻も綺麗に洗います。はい、このように海鮮の仕込みの完成ですね。これはいい出汁が出ますよ。じゃあ次はお野菜いきましょう。まずは玉ねぎ、ぶなしめじ、長ネギ、白菜、大根、春菊。では今日はこういう鍋に先ほど切った野菜たちをセットしていきます。大根、白菜、ネギ、しめじ、玉ねぎ、春菊と。そしたら海鮮たちもセットしちゃいましょうか。全部は入らなそうだな。うわーでも豪華だな。なんかいいな。見た目がいいな。ハマグリ、そしてアサリ、アワビ、でタコ、であとは渡りガニを敷き詰めれるだけ敷き詰めていく。ダダダダッと。今日は国産のこれあえて入れません。あえてバーレーンだけのカニで出汁を取っていきたいと思います。で飾りでカニの甲羅を1個入れて、よしこんな感じ。そしたら味噌を入れていくと。この味噌が吉と出るか凶と出るかわからんな。ちょっとにしときます。こんだけにしときますわ。よしこんな感じ。そしたらスープを作っていきます。さあじゃあスープなんですけど、今日のベースがこちら、韓国味噌。これを使っていきます。これがね、スチャンっていう味噌で、アサリとかイワシのエキスが入ったお味噌になってます。すごく魚介の旨味が強い味噌。これ入れていきます。僕もこれ使ったことないんですよね。なるほど。めっちゃくちゃいい匂いする。これうまいわ。これで味噌汁とか作っても最高にうまいと思いますよ。そしたら韓国味噌を、だいたいお玉1杯分ぐらい。こんなもんですね。で、ここに、これ、唐辛子入れます。辛味を入れていく。
スチャン自体はそんなに辛い味噌じゃないので、他の調味料で辛みを入れていきます。これお好みですけど、僕は結構辛いの好きなので、こんなもん入れますか。もうちょっと入れるか。こんなもん。で、やっぱりこれは欠かせません。コチュジャンですね。コチュジャンも入れていく。こんなもん。で、そこに少しお醤油も入れます。で、お塩もさーっと。で、みりんも入れます。こんなもん。で、お次はニンニク。ニンニクたくさん入れます。半玉ぐらい。この料理はね、ニンニク入れば入るだけうまいでしょう。そしたらニンニクをすりおろして入れていく。この破片も入れちゃう。こうやってすっていって、危ないなってとこまで来たら、もう破片も入れちゃう。はい、そしたらこの材料を混ぜ混ぜしていく。練っていく感じですね。こうやって練り合わせていきます。全体的にしっかりと混ぜていくと。はい、こんな感じ。そしたらこちら、青唐辛子と赤唐辛子、これも切っていきます。赤唐辛子は生がなかったんで、これ冷凍ですね。普通の乾燥のやつでもいいと思うんですけどね。生の方がフレッシュな感じがあるんで、本場っぽくなるのかな。で、青唐辛子も入れていくと。でも青唐辛子とかね、なかなか売ってないですからね。売ってたらね、僕衝動買いしちゃうんですよね。普通にこれ味噌つけて、生でかじってもうまいですからね。はい、そしたらお鍋にお水を500、1リットル、1.5 リットル、このぐらい入れます。そしたらここに先ほど作っておいた鍋の素、これを入れていきます。で、これでしっかりと溶かしていくと。はい、いい感じに溶けました。ちょっとここで一回味見して辛さとか味の加減を見ます。うわー、うまっ。辛くてうまい。これスチャンが相当うまいな。ここに魚介の出汁が入ったら、めちゃくちゃうまいと思いますよ。ただちょっと辛め。そしたら海鮮鍋をセットして、そしてここに先ほど作ったスープを流し込んでいく。ざーっと。あんまり入れるとね、吹きこぼれてしまいますので、このぐらいにしておきましょう。アワビが踊ってますね。うまそうです。そしたらここに唐辛子を入れると。激辛鍋でございます。体ポッカポカになるよ。そしたらここに蓋をして、よし。全体的に火が入れば、渡りガニのチゲ鍋の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。めちゃくちゃうまそうにできた。じゃあまずメインのこれ、渡りガニですね。バーレーン産の渡りガニ。どうなんでしょうね。で、アサリはまだやっぱ時期じゃないんで身がちっちゃいですね。アサリは出汁ですね。手長ダコ。これもいきましょう。で、もちろんアワビもいきますよ。で、ハマグリ。で、スープもたっぷりと。このスープがうまいですからね。よし、とりあえずこれでいきますか。じゃあまずこのスープからいきますか。こんだけの魚介の出汁が入ったスープ、どうでしょうか。いただきます。うわ、これやっば。カニの出汁がよう出とる。味見した段階でもちろんうまかったんですけど、はるかにうまくなった。そしたらメインの、これ、渡りガニいきますか。渡りガニ。こういう風にカットしてあるんで、めちゃくちゃ食べやすいです。箸で持っていただきます。はいはいはい。そりゃね、国産の渡りガニの方がうまいです。ただ味はめちゃくちゃうまいです。で、身質はこう日本の台湾ガザミにそっくりですね。やっぱ見た目もそっくりだったんで、これは台湾ガザミですね。でね、この殻がすごく薄いので、これね、気にならん人は殻ごといけちゃうかも。うまい。味濃いよ。食感はね、柔らかめです。台湾ガザミの独特な身質。あとこの大きさっていうのもありますね。意外でしたね。でもこれね、塩茹でするより、こういう鍋とか、あとお味噌汁とか、あと唐揚げとか、その出汁を使う料理とか、カニ全体、全部をバリバリ食べる料理の方が合うと思います。ちょっと塩茹でにするのはね、寂しいかな。ハマグリいきます。いただきます。うまい。辛いんですけど、めちゃくちゃ癖になる辛さ。次から次へとこう飲みたくなるような、そんな辛さですね。
次、手長ダコいきましょう。いきます。うまっ。うわ、めっちゃ合う。あ、これ手長ダコ大正解ですね。この辛い感じにね、よく合うわ。プリップリのコリコリで。次、アワビいきますね。アワビをこうやって殻ごと鍋に入れるのって日本じゃ珍しいですよね。多分韓国とかの方行くとこういう食べ方もあると思います。ちょっとこのままガブリといきますか。いただきます。うまい。マジで韓国料理屋さん来とるみたい。これスープが本気でうまいわ。ごくごくいける。渡りガニもしっかりこうスープにつけて、で箸で持ってガブリ。うまい。ちょっとお野菜いきたいな。白菜とかここら辺いきますか。うわー、うめえ。野菜がうまいな。もっと野菜入れてもいいです。この辛うまなタレをもっと野菜に染み込ました方がいい。これもうちょっと深い鍋でやるべきでしたね。どうしても鉄の鍋でやりたかったんですよ。この鍋でやった方がなんか雰囲気出ますよね。韓国料理って感じでね。今日のこの日のためにこの鍋を買っといたけど、なんで俺は今博多屋になったんだろう。これは野菜と海鮮を暴力的に食べるっていう、そういう鍋ですね。タコもうまい。タコを食べてスープ飲むんですわ。最高。はい、ということで今日はこちらの冷凍のバーレーン産の渡りガニをたくさん使ったカニチゲ鍋ときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。これしかねえ。こんなもん食べた後に銀色でしょ。やばいかもしれんな。よし。はい、こちら9対1ですね。今日は正直に言う。いただきます。勝手に入っていく体にからのですよ。渡り青唐辛子もうまい。これは最高だ。とじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はバーレーン産の渡りガニを使って渡りガニのチゲ鍋作ってみましたけども、めちゃくちゃうまいのにできたけど、あれ何うま辛とはああいうことですね。僕いつも海鮮の鍋は昆布だしを取って寄せ鍋風でやるんですけど、チゲ鍋もいいな。うまいな。あれちょっと好きだな。スチャンっていう味噌、あれがめちゃくちゃうまかった。スチャンとコチュジャンとあと唐辛子とでちょっとニンニク入れてで混ぜ混ぜしてスープ作ってみてください。めちゃくちゃうまいです。でスチャン自体に魚介の出汁がいっぱい入ってるんで、あんなに魚介入れなくても多分美味しい鍋はできます。でも入れた方がうまいですね。今日のバーレーン産の渡りガニなんですけど、普通に美味しいなっていうのが印象でしたね。普通に鍋物の具材としてはありだなと思いました。ただ渡りガニ単体を食べるそういう料理、塩茹でとかあとケジャンとかそういったものだとちょっと寂しいなと思いましたね。渡りガニに関してはね、僕めちゃめちゃ口が肥えちゃってるんで、地元で取れる渡りガニがすごい美味しいんでね。値段も全然違うんですけどね。1キロ1000円で、あれだったらいいですね。1匹あたりだって200円ぐらいですもんね。冷凍庫にストックしてあってもいいかもしれませんね。はい、というわけで今日もしょう。よっしゃ。バイバイ。